ですね、いや、それは作品によります。ジャンルにもよりますし、絶対に何か暗い世界観を出すのが僕の作家性であるというふうには考えていません。ただ、そうですね、映画を撮るとき、やはり、あるジャンルがまずあるんですけども、それと全然別なところで、やはり日本の今の現代という時代から切り離しては、物語が作れないので、どうしてもそのジャンル性と現実というものをうまく組み合わせて物語を作っていくので、例えばラブストーリーのようなものを考えていても、やはり現実のある暗さのようなものは入ってくるでしょうし、逆にホラー映画を作ろうとしても、そういう不思議な出来事が起こっている外側にはちゃんと普通の現実があるというふうに作りますので、大抵僕が作る作品はそれらが入り混じった、濁ったものになっているなという実感があります。その濁りがどの作品にも、闇のような形で表現されているかもしれません。それ以上は意識していません。それは今お答えしたことに共通しているのですが、やはり現実の世界が明るいだけではないので、明るい面もありますけども、現実の世界にある明るさと暗さは共に僕の映画の中に現れてくるということだろうと思いますね。ただもう一つ理由を挙げるとすると、この映画の闇についてですけども、やはり僕は世代的に昔、小さい頃ですけども、映画館で、たくさん映画を見る経験をして映画が好きになっていったという世代ですから、映画館っていうのはご承知のようにまず暗闇なんですね。場内が暗くなって目の前にスクリーンが白く現れて、何かそこに何か、これまで見たこともないような世界が映ってくるわけですけども、ですから自然と映画っていうとまず暗闇があって、そこにある光が差してきて、そして始まるものという先入観ができてしまっているのかもしれないと思います。だから映画は必ず闇とともにあるだろうというのが、知らぬ間に僕の作品に、見えているのかもしれません。それはとても面白い指摘ですね。そういうふうに指摘されたのは初めてで、確かにそう見えるのかと、非常に興味深く思いました。僕は基本的には全てのシーンはアクションシーンだという、極端ですけども、どんなシーンでもやはり動き、それは静止していてもですね、ものがどういう状態にあるか、どう動くのか、動いていないのか、動いているとしたらどちらの方向に向かっているのか、どういう速度なのかといったことが映画を、演出する上での大きな要素だと考えているので、それは会話のシーンであれ、一言も会話がないシーンであれ、変わらないと思っています。だからあまり自分の中でどこがアクションシーンでどこが会話のシーンというふうに分けて考えたことはありません。ただ例えばホラー映画でもサイコスリラーでもハリウッド映画に比較すると、人が大げさに動いたり激しく何か移動したりするシーンは少なくて、もう少し会話が多いかもしれませんね。それは一重に予算がないからですね。激しく動かれると
やはり何かにつけ撮影が大掛かりになるので、本当はやりたいんですけど、やれないという、東京近郊のごく近いところで、小規模に撮影するというと、脚本上も自然に会話のシーンが多くなっていく。しぶしぶアクションシーンは最小限に抑えざるを得ないというところから来ているのかもしれません。いや、特に絶対にこの人でなければならないといつも決めている人というのは多くはないです。少しはあるんですけど、ただ自然に力もあって、センスもあり、かつ、僕と好みも合うというようなスタッフやキャストというと、ある種限られてきてしまうということがあるんでしょう。だから割と同じ方と何度もやることが増えてはきましたが、しかし僕の思いとしては全く同じメンバーで、撮り続けていきたいということではないんですね。やはり常に新しい人、新しい才能と出会いたいと思っています。今回のクリーピーでも、スタッフは割と今までと同じようなスタッフが多かったんですが、俳優は西島秀俊さんと香川秀之さんは前からよくやる知り合いですけども、竹内結子さん、東出昌大さん、川口春奈さんは全く初めてなので、非常に撮影現場で刺激的で新鮮で、この3人は本当に僕の作品に新しい何かを持ち込んでくれたと確信しています。そうですね。やはり芦澤さんの撮る映像というのが非常にドラマティックなんですね。僕の感覚で映像をなんとなく想像していくと、やはりどこか客観的になりすぎていたり、クールになりすぎていたりするところがあるようなのですが、僕がなんとなくこう撮りたい、ああ撮りたいというふうに芦澤さんが入ると、僕が思っている以上にずっとドラマチックになる。熱くなると言ってもいいでしょう。ただ芦澤さんから言わせると、芦澤さん自身がなんとなく思い描いていた映像よりも僕の要求がずっと冷静で客観的でクールなので、なるべくそれに合わせようとしてくれているとおっしゃいます。だからちょうどそのバランスがいいのかなと。二人ともが少し違う方向を向いてる分、合わさるとお互いにとって何度やってもやはり新鮮なものを得られるのかなと思います。それがずっと彼女とやり続けている大きな理由ですね。もう一つ挙げるとすると、やはり芦澤さんは女性だということもあるんですけど、日本では女性の映画の撮影監督が非常に珍しいということもあるんですが、芦澤さんがいると撮影現場がとても和やかになるんですね。俳優たちが、それは男優であれ女優であれ、特に若い新人の女優などはカメラの後ろにごつい何か男がいるよりも、やはりソフトな芦澤さんがいると、芦澤さんに撮られているというだけで何か安心するのでしょう。とてもいい感じのリラックスした撮影現場になる。芦田さん自身もそうなることに努めてくれていて、本当に順調に撮影が進むので、それも芦田さんにお願いする大きな理由ですね。いや、言っ
意図的にコミカルにしようとしたわけではないんですが、今回は、物語の核心となる、西野という、謎の男ですけども、彼を単に悪いやつ、あるいは悪の象徴、悪魔のような男というふうにはしませんでした。そうではなくて、自由奔放なあらゆるモラルとか常識とかいったものから解放された自由自在の人間、だから悪いことも平気でやるんですけども、一方で、気が向いたらいいこともしたり、もう本当に適当なやりたい放題の人間というふうに設定しましたので、ある時は非常にそれが怖いっていう瞬間もあるでしょうし、ある時は滑稽であったり、情けなかったり、いろいろに見えていいなと思いましたから、それがシーンによっては笑いを誘うようなシーンになったんだと思います。僕の場合はほとんどが俳優の方がご自分の判断でやられたことですね。監督によってはそういうものをかなり細かく指示する方もいらっしゃいます。で僕が気にしているというか、僕が意図しているところがあるとすれば、そういうお芝居をしている俳優をどこから撮るかということだけです。顔を大きく撮るのか、全身を撮るのか、あるいはそんな芝居をしていても後ろから撮ってしまうのか、あるいは顔は真っ暗にするのか、明るくしてはっきりそれを見せるのか、そういう判断は僕がします。そういう演技をしているのは、ほぼ俳優の方がやっていると考えていいと思います。僕は、自分が映画を作るに際して、映画以外のいろいろなものを、ニュースでありますとか、誰か専門家に何か話を聞くとか、何か本を読むとか、そういったことは一切しません。何もしないです。日常的なものや社会的なものは一切無視して、僕の頭の中から出てくる何かと、これまで見てきた映画の中の知識というか記憶の中だけでほとんど作り上げてしまいます。でそれに、現実性や、日常性、あるいは社会的な何かを付け加えてくれるのは、例えばロケハンをしてくれる制作部であったり、セットを作ってくれる美術であったり、その街を切り取る芦澤さんであったり、そして、その役を演じる俳優、こういう人たちがみんないろいろな僕が作ったフィクションの上に現実的な肉付けをしてくれる。それが映画作りの面白さだと思っています。全く生かされてないと思いますね。日本人なら誰でもわかると思うんですけど、大学で社会学部だったのですが、社会学部っていうのは他に特に行きたい学部もないから適当に受験したという程度の学部でして、もちろん真面目に社会学を学んでいた方も少数いたと思うんですけど、特に社会学を学ぶために大学に行ったわけではないので、そういったことは経歴には書かれていますが、申し訳ないんですが何の影響もないと思います。
それよりもやはり、世界中の古今東西いろいろな映画をたくさん見てきたことが僕の社会を知る最大の手がかりになっていると思います。ですね、これはなかなか微妙な質問でして、当初は、当初というのは脚本を書いている時はやはり内容が内容ですから、かなりどちらかというとモノトーンの冷たいあまり色彩が鮮やかでない映像が最適ではないかとなんとなく想像していたのですが、さまざまな事情がありまして、これを撮影する時期が昨年の夏8月っていう日本で最も暑い季節になったわけです。でしかも、東京近郊の住宅地が主な舞台なんですけども、その辺りはかなり緑が生い茂っている。だから嫌でもこの映画の中に緑、植物ですね、植物の生い茂った緑がしかも夏の暑い日差しを浴びてですね、たくさん映ってくるということが分かってきて、緑をどうするかっていうのは映像を作る上で、いつも頭を悩ませる問題なのですね。いっそこの緑の色を全くもうくすんだ色にしてしまおうかという、そうすると当初想像していた映像に近づくんですけども、そうしようかと思ったんですが、どうした偶然かはこの夏の最も緑が豊かな時に撮ることになって、逆に緑をあえてわざと緑を強調した方がこの際面白いのではないかというふうにちょっと方向を変えまして、すると緑を鮮やかにすると、緑というのは実は赤と青と合わさった色なので、当然赤とか青も鮮やかに出てくるんですね。緑だけを鮮やかにというのは非常に難しい。それで結果として僕の映画にしては珍しくいろいろな色が色彩豊かに出てきたんだと思います。僕は気に入っています。このクリーピーという映画はただ怖いとかゾッとするとかいうだけではない、いろいろな要素がある、先ほどおっしゃった少しコミカルな要素もある、いろいろなジャンルが含まれている映画だと思うので、色彩だって何もモノトーンにしなければいけないという理屈はないわけですから、たまたま夏撮ったということがあるのですが、こういう作品を色鮮やかに撮るというのはとても楽しい経験でした。そうですね、やはりとても面白い原作だったということなんですけども、何より、探し求めていた犯人が隣の家に住んでいたっていうこのシンプルなアイデアが、とても映画的であるというふうに感じました。しかも隣の家ですから非常にロケ場所がコンパクトに収まる。これは低予算で撮らなければいけない日本映画にとってはものすごく魅力的で、こんなコンパクトで、しかもありそうでほとんど今まであまり誰も思いつかなかったような設定をよく思いついたなと感心しまして、早速映画化したいと思うようになりました。
今現役の世界中の監督でヒチコックの影響を多少なりとも受けていない人は誰もいないと思います。それぐらい映画史上に圧倒的な影響を及ぼした重要な監督であることは間違いないです。僕もいろいろな映画いろいろな監督から影響を受けてますけど、もちろんヒチコックからも何らかの影響を絶対受けているでしょう。多分一番大きいことは映画表現は俳優がいて、ある風景があって、それらとさらに少し区別できる映像というものがもう一つあって、この映像を使って実はかなりの物語がを語ることができる。そこには俳優も風景も直接は介在しなくても、それ抜きの映像だけで何事かが物語れるのだということは、多分それを一番強烈に分かりやすく映画史上で実践した人がヒチコックだと思います。ヒチコックに限りませんけども、そのようなことをやっていた人は多分ヒチコックが一番分かりやすくやった。ですから僕も知らぬ間に多分それに影響されていますね。映画の一つ一つの映像ってさまざまなことが入り混じってはいるんですけども、これはもう俳優のお芝居が重要だと思う瞬間もあるし、ある風景、ここは遠くに揺れている奥の木が重要なんだとか、いろんなことが思いつくわけですけども、ある種のショットはこれは扉のノブが回っていく、だんだん開いていく、それが重要だ。そのことが一番的確に物語を語ることができるなんて思うんですけど、どうしてそんなことを思うのかっていうと、それヒチコックがやったからだろうと思います。クリピーでそれを指摘されたのは初めてなので、ちょっとドキッとしますが、クリピーでバーナード・ハーマンをことさら意識したことはありません。ただクリピーの一つ前に、昨年撮っていた、フランスで撮っていた映画があるんですけど、それは思いっきりバーナード・ハーマンなんですけども、クリピーはそれとは少し違えようという意識は僕の中にありました。ただ全てフルオーケストレーション、生のフルオーケストレーションで作るのだということだけは決めていました。で作曲家の方にも一言もバーナード・ハーマンって言ってないんですが、そうか、その一個前で作ったバーナード・ハーマンの影響が知らぬ間に出てたのかな。驚きです。驚きですが、大好きなので、バーナード・ハーマンそっくりに作ったらヒチコックの真似になってしまうので、それとは違えようとは思っていますが、そこそ音楽で、映像とはまた少し違うレベルで物語を、語る。そして見ている観客にある感情、映像以上に引き起こすことができる、映画音楽の一つの基本ですけども、それを最も効果的にやった映画音楽家の一人がバーナード・ハーマンだと思いますので、いつもお手本にはしています。そっくりにしようとはあまり思ってないんですが、どこかでそれを感じ取られたんですかね。ちょっとドキッとしました。
僕は自分をホラーやスリラーの専門家だとは全く思っていないので、そういうジャンル大好きですから機会があれば作りたいんですけども、僕の夢は全ての種類の映画を撮ってみることですので、まだ撮っていない種類の手を出したことのないジャンルの映画はたくさんあるので、それらは全て撮ってみたいです。ですからよく今後どんな映画を撮っていきたいですかっていう質問をされることがあるんですが、その時の答えは決まっていて、今後撮っていきたい映画はこれまで撮ったことがない映画を撮ってみたいということですね。ですからコメディであれ何であれ、いつか必ず撮ってみたいと思っています。身近な経験した人の話とかいろいろな情報を読んだりすると、外国人がハリウッドに行って外国人の監督が、必ずしも幸せになれない、お金は何かもらうのかもしれませんけど幸せになれる人もいるんでしょうけど、かなり多くの人たちがその後とっても不幸そうな顔をしている。僕の知り合いももう二度と行きたくないと言ってたりしておりましたので、よほどそれは辛い、タフな何かを要求される。ただ映画を作る才能があればいいというだけではない、何か全然別なある、パワーのようなもの、したたかさのようなものを要求されるのかなと思って、多分僕もアメリカ映画は撮ってみたいですけど、ハリウッドに行っても幸せにはなれそうにないなという気がしています。経験してないので分かりませんが、そんなにそれに強くこだわっていませんし、誇りを持っているということは全くないです。ただ、現実には、今ほぼ日本で作るしかないので、その中でやっていますし、もっと言うと僕が作るような作品は規模が小さいですから、どうしても時代は現代、場所は東京近郊、そういうところでの物語に限定されますね。それはそういう設定でも非常に豊かな作品ができるということは経験上分かっていて、それはそれで、もっといろいろ探っていきたいんですが、それだけその範囲内だけで映画を撮っているというのは正直言ってだんだん辛くなってきていますね。海外とまでは言いませんけど、せめて時代が現代ではない、あるいは場所がどこか分かりませんけど東京近郊ではなくてもっと遠い、遠いといってもせいぜい北海道か沖縄か、さして、風景は変わらない、事情は変わらないかもしれないんですけど、全然違う場所、全然違う時代の日本の物語を撮ってみたいなという欲望はあります。しかしいずれにせよそれらはもうその時の、時の運、もちろん海外でやれるチャンスがあったらやりたいですし、どこで映画を撮れるかっていうのはもうその時の運次第なので、それによって自分の作りたいものも変化していくでしょうし、それがまたとても楽しい、興味深いことだと思っています。映画祭は楽しいですね。辛いこともありますけど、やはり海外に行くと、結構頻繁に行っていますが、それでも単に外国の
美味しい食事をいただくとか、日本では見慣れない風景を見るとか、街並みとか、そこにあまり出会ったことないような人たちがたくさんいるに接するのはまあ楽しいですね。でもちろん僕の映画を、見てくれる、見てしかも喜んでくれる人がどこの国に行っても、少しはいてくれるということはとても心強いです。日本映画はどうしても日本国内だけで、どれだけ観客、お客さんが入ったかというようなことが評価されてしまうんですけども、僕の作品日本ではあんまりお客さんが入んないんですけども、映画祭など行きますといろいろな国で少しずつ見てくれて、これ世界中合わせたら実はかなりの数字になるんじゃないのかなと。日本で100万人は無理でもいろんな国で1万人ずつ100カ国合わせたら100万人になるわけですから、映画祭に行ってそういう僕の映画を見てくれる人が世界中では案外いてくれるんじゃないかという、妄想かもしれませんけど、そういうのを抱けるというのはとても幸せなことだなと思っています。それとさらに言うと、監督たち、日本の監督たちっていうのは意外と日本で出会うことっていうのはほとんどないんですね。自分の撮影現場にいるだけですから、自分のスタッフや俳優とは出会っていても他の監督と出会ったり、まして全然縁のないプロデューサーと出会ったりするっていうことは日本ではほぼないんですけど、海外の映画祭に行きますと、偶然一緒に、招待されていた日本の監督、プロデューサーなんかと、つい言葉が通じるものですから、おしゃべりしたりして、ちょっと親しくなるなんということがあるので、そういうことを、そういうひょんな出会いをきっかけにまた新しい作品が生まれてくるなんていうことも実は過去何回かあったりして、映画祭っていうのはそういう出会いの場としてもとても大切にしています。ですね、僕の経験っていうと、実は反応同じですね。ただ言葉にしたりするとだいぶ違うんですけど、あるいはその時のお客さんのなんとなくのその雰囲気も違ったりするんですけど、例えばある国ではシーンとしていて、ある国ではわーってこう悲鳴が上がったり、ある国では同じところで笑いが起こったり、ジャーナリズムもある国ではある書かれ方をし、違う国では全然違う書かれ方をしたりするのですが、それらを統合してよく観察してみると、やっぱり同じようなところで怖がったりですね、同じようなところで心動かされたり、それをこう声に出すか、シーンと見守るか、分析して何か社会学的にそれこそ理屈っぽくそれを文字にするか、いや怖かったっていうストレートな感情として文字にするか、全然その違いはあるんですけど、映画を見る時の反応は実はほとんど同じだなというのが僕の実感です。映画ってそういうもんだなと、僕自身もそう思いますし、他のいろんな国の、別にアメリカ映画だけじゃない、全然知らない国の見たこともないような映画を初めて見ても結構それでなんか感情移入したり喜んだり怖がったり、普通のアメリカ映画や日本映画を見る時と変わらない見方をしていたりしますから、
それは映画というもののやはりものすごく強いグローバルな力だと思いますね。クリーピーの後はもう一本、完成した作品がありまして、それは撮影はクリーピーより実は前に行っていたのですが、完成がぐっと遅れてしまったということなんですけど、それは実はフランス映画です。フランスの正式タイトルはまだちゃんと決まってないんですけど、もう日本の公開が決まっていて、日本公開名はダゲレオタイプの女というものですけど、これズバリこれはホラー映画です。それがもうすぐ公開されると思います。で、その後で、今年の夏、もうすぐです。もう準備が始まってるんですけど、日本でまた小規模ですけども新しい作品を作る予定があります。それはあんまりどこまで言っていいかどうかわかんない、まだちゃんと把握していませんが、これは全く初めて挑む SF コメディですね。それ以上はあまり